皆様、いかがお過ごしでしょうか？ミニマリストリーです。今日も音声によるラジオ形式でお届けします。今回は2023年に向けて1時間で捨て活を実行する方法についてお話をしたいと思います。8ステップで高速に楽に捨て活をすることができます。この動画を見れば、捨て活をする時間がない、物が多すぎてどこから手をつけたらいいかわからない、めんどくさい、やる気が出ないという方でも必ず手放すことができるようになります。物を手放すモチベーション、ヒントにしていただけたらと思います。不要品を手放せば年末の大掃除も格段に楽になりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルは物が多くて家が片付かなくて困っている方に向けたチャンネルです。物を上手に手放して家をすっきりさせるためのお話をいろいろしております。チャンネル登録していただいたり、コメントをいただけたら嬉しいです。あっという間に12月ですね。1年の最後の月になってしまいました。月日が経つのは本当に早いですね。今年の汚れは今年のうちに何とかしたいですが、大掃除に取り掛かる前にまず捨て活。大掃除前の捨て活を提唱してきましたが、皆様着々と進んでいらっしゃいますでしょうか？でも毎日の仕事や雑事に追われてバタバタと忙しくしていると、まとまった時間をとって捨て活をするっていうチャンスもなかなかないですよね。そしてなかなかやる気にならないですよね。でも物が溢れた家のまま大掃除をしてもまたすぐに汚れてしまいます。なので考え方を変えて、今年は年末のイベントという感じで、みんなも頑張ってるし私も頑張ろうみたいな連帯感を持って捨て活をゲーム感覚でやってみませんか？そうすれば新しい年を迎える時には、捨て活をちゃんとやっておいてよかった、すっきり気持ちいいと絶対思えるようになります。でも普段の生活で予定を立てて捨て活をするってなかなか難しいですよね。なので1時間という短い時間でささっと捨て活しませんか？この動画を開いていただいたのがご縁です。動画を見ながら、または音声だけでも大丈夫です。まず1時間一緒に捨て活をやってみましょう。深く考えたり迷ったりしないで、機械的に手を動かすだけで OK です。捨て活初心者の人にも分かりやすいようにステップに沿って説明していきます。なお、動画内では分かりやすくするために捨てるとか処分するっていう言葉を使っていますが、これは単にゴミ箱に捨てるだけではなくて、リサイクルショップに売ったり寄付したり譲ったり、衣類回収ボックスに入れたり、布類なら再利用したりなど、いろんな方法があります。それらの詳しい方法については別動画を用意しているので、ぜひそちらも合わせて見てみてくださいね。では早速いきましょう。まずはゴミ袋を用意してください。そして携帯電話のタイマーの機能を使って1時間をセットします。ここで時間を設定することが重要です。時間はたっぷりある。空いた時間に時間をかけて捨てればいいかなと思うと、ついなかなか始められなかったり、途中でアルバムを見つけて見始めたりして手が止まってしまいます。1時間っていう時間制限を設定して、それまでに終わらせなくちゃというテンションを上げて集中するんですね。なので、あえて忙しい時間帯にやってみるのも手です。そして用意したゴミ袋を持って部屋をチェックしてみてください。家の中を眺めて、まずは1、明らかなゴミ。明らかなゴミをゴミ袋の中に捨てていきます。考えなくても捨てられる、誰が見てもゴミというものが意外と家の中に放置されていたりするんですね。キッチンやお風呂場とか洗面所周りにはこういった明らかなゴミがたくさんあります。例えば
少ししか残っていなくて、ずっとお風呂場に置いてあるシャンプーやボディーソープ、そこの部分がぬめっていたりして嫌ですよね。そして捨てようと思っていたけどずっと置きっぱなしのほとんど空の歯磨き粉、空っぽなのに捨てていないペットボトル、ちょっとしか残っていないけどずっと誰も飲んでいないソフトドリンク、ほとんど空っぽなのにずっと使っていなくて容器だけが残っている調味料、こういったものはどんどん捨てましょう。もったいないと思うのなら今日中に使いましょう。賞味期限、使用期限が切れたものはもちろん捨てましょう。あとは仕事場やリビングにも結構あります。例えば、だいぶ前に印刷したけど2度見返すことはない印刷物、書き損じたメモ、お菓子を食べた後に捨てていないパッケージ、古いチラシや郵便物、短くなってしまった鉛筆、乾いてしまったボールペン、便利かもと思って取っておいたけどずっと使っていない空き箱や空き缶、プラスチックの箱、こういったものも潔く捨てましょう。明らかなゴミがなくなった状態だと、本当に必要なものと本当に不要なものがより分かりやすくなります。そして手放すことに罪の意識を感じなくなって、もっと捨て活がしやすくなります。次に2、床の上に直置きしてあるものをチェックします。例えば床に置きっぱなしにしてある段ボール、捨てようと思ってずっと床に置いてあったけどなぜかまだ捨てていない家電、雑誌、新聞、買い物をしてきてからずっと床に置いたままのもの、床の上にずっと置いてある枯れた植木、置き場所がなくて溢れてしまってとりあえず床に置いてあるもの、そういったものを機械的に捨てていきます。床に直置きで放置してあるものはほとんどは不要品です。自動的にゴミ袋に入れるくらいでいいと思います。もし大事なものを床に直置きしてしまっているとしたら、引き出しや棚とか決まった場所にしまいましょう。床に物を置き始めると、なぜか次から次へと物を置き始めてしまいます。そして床に置くのが当たり前になってしまいます。これが散らかりの大きな原因です。床に直置きは絶対しないぞと決心するぐらいの気持ちで取り組みましょう。次に3、平面にいつも置きっぱなしになっているものをチェックします。例えば机やテーブルの上にいつも置いてあるもの、積み上がっているもの、こういったものは大体は捨て活候補です。大事だから、いつも使うから、すぐに手が届くところに置いておきたい。だから机の上に置きっぱなしにしてあるんだという方もいらっしゃると思いますが、大事なものならば一旦引き出しにしまったりファイルに閉じましょう。すると不要なレシートとか昔来た DM とか古いメモとかゴミが見えてきます。とにかく机やテーブルの上といった平面には何も置かない状態にしましょう。いつも平面に何も置かない状態にしておくと、これだけで断然家がきれいに見えるし、精神衛生上とってもいいです。この1、明らかなゴミ、2、床の上、3、平面の3つの捨て活を実行するだけでかなりすっきりすると思います。ここまでが基本3セットです。家のサイズや置いてあるものの量によっては、ここまでですでに1時間使ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。でもまだ時間があるよ、さらなる上のステップを目指したいという方は、次の捨て活もしてみてください。4、大量にあるものを捨てる。例えば保冷剤とか輪ゴム、レジ袋、紙袋、コンビニでもらった割り箸、スプーン、フォーク、ストロー、ファーストフード店でもらったケチャップやマヨネーズ、
ポケットティッシュ、紙ナプキン、こういったものが引き出しや冷蔵庫にぎっしり入っているなら、すべて捨ててください。またもらえます。5、景色になってしまっているものを捨てる。景色になっている不要物はごちゃごちゃの原因になっていることが多いですが、ずっとそれを見て暮らしていると感じなくなってくるんですね。例えば、何かを入れたままずっと床に置いてある紙袋、ずっとそこにある季節外れの家電、段ボール箱にぎゅうぎゅうに詰めた何か、出しっぱなしにしてある道具類、出しっぱなしにしてあるケーブル類や充電器、気に入っているわけではないけど義理で飾っているいただき物の小物、使いにくい棚やキャビネット、カラーボックスなど使い勝手が良くない家具、引き出しやクローゼットからはみ出た服、こういったものは見慣れてしまうと問題ないような気がしてしまいますが、写真を撮ってみるとごちゃごちゃの原因になっていることがわかりやすいです。出しっぱなしのもの、季節外れのものは決まった場所にしまって、不要なものは手放しましょう。6、邪魔になっているものを手放す。持ってはいるけど使っていないもの、邪魔になっていると感じているものは手放しましょう。例えば、余分な椅子、ソファー、サイドテーブル、アイロン台、空気清浄機、ミキサー、フードプロセッサーなどです。こういった大きなものを手放すと、かなりスペースに余裕ができます。便利に使っているものを手放す必要はないですが、使っていないとか邪魔だと感じているのであれば手放すことをお勧めします。7、衝動買いして後悔しているものを手放す。衝動買いしたものがなかなか手放せないのは、それをパッパと捨ててしまうともったいないと罪の意識を感じてしまうし、いつかどうにか活用してあれは衝動買いじゃなかったと自分を正当化したい気持ちになってしまうからです。でも無理やり使うことに意味はあるでしょうか。衝動買いしちゃったと認めて、もうこういったものは買わないぞと反省して潔く手放してスペースに余裕のある暮らしにする。その方が素敵ですよね。8、一度も使っていないものを手放す。一回も着ていない服、一回も履いていない靴、一回も使っていないキッチンツールなど、一度も使っていないアイテムをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。バーゲンで安かったから買ったけど着ていない、履いてみたら痛かったから、便利そうで買ったけど結局使い道がなかったなど、一度も使っていないものってありますよね。今まで使わなかったなら今後もおそらく使うことはないと思います。もったいないからと思っていても宝の持ち腐れ、スペースの無駄です。未使用のものは寄付したり、ネットでも売りやすいので、譲ることを前提に手放すことをお勧めします。こうやって1時間で一周してみれば、かなり捨て活が進みます。家の広さや不要物の量によって1時間では終わらない方もいるかと思いますが、基本の1、2、3で一周した後は別の日に、今日のテーマは衝動買いアイテム、衝動買い縛りで捨て活しようという感じで、ゲーム感覚で楽しんで捨て活をするのもおすすめです。さて、1から8のステップで家の中の不要品をゴミ袋に捨てていきましたが、家の中はすっきりしましたでしょうか。ぜひ参考にしていただければと思います。皆様の捨て活に関する悩みについて、ぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないという方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見てモチベーションをアップしてくださいね。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。